誰も知らなかった私が性依存症だということを会社のチームビルディング研修まで。あの夜、薬を持ってくるのを忘れてしまった私は、男性社員とテントを割り当てられた。彼の目の前で絶頂に達し、涙を流していた。もう後戻りはできない。私の衝動は、さらに制御不能の螺旋へと陥っていく。依存症のせいで、上司が温泉に一泊するという話を聞いた瞬間から、私の心臓は激しく鼓動していた。男性とほんの一瞬でも肌が触れれば、軽い場合は性欲が燃え上がり、最悪の場合はそのまま絶頂に達してしまう。あまりにも恥ずかしくて誰にも言えず、若い頃は大人になれば自然に良くなると思い込んでいた。症状がますますエスカレートし、あの時は公共の場で声を漏らしそうになったのを境に、そうではないと気づいた。死にそうなほどの恥ずかしさを押し殺し、医者に行き、薬を処方してもらった。しかし、今回のチームビルディングは急に決まり、家からも遠かったため、薬を持ってくるのを忘れてしまった。内側から自分を蝕む恐怖と戦いながら自制し、十分に距離を取るよう自分に言い聞かせていたその時、上司が突然こう言った。すまない、前室予約で埋まっちゃっててでもテントならあるよ。数が足りないから我慢してくれ。ルース君はディーンのテントに入って、こうして今の状況に至った薬のない性依存症の私が、がっちりした体格の男についてテントに入るという。テントの隅にできるだけ身を寄せ、唇を噛み、目を閉じ、最後に服用した分の効果が切れる前に、できるだけ早く眠りにつくよう自分に言い聞かせた。しかしその時、ディーンが近づいてきた。どうした？彼が聞いた。背中から彼の体温を感じ、肌がゾクゾクし始めていた。なんでもない。大丈夫よ。お願い、私から離れていて。けれど、肌から全身へと刺激が広がっていくのを感じながら、痛みが来ることを知っていた。スマホを見ると、午前0時最後に薬を飲んでから6時間が経過していた。もうすぐ効果が切れる。第2章。間もなく全身が震え出し、ももの間から温かいものが流れ出た。私は顔をももの間に埋め、できるだけディーンを見ないようにした。この状態に気づかれれば、みんなにだらしない女だと嘲笑われるだろう。そうなったら会社にいられない。一方、同じテントのもう一人の同僚、マイルズ・ヘンドリックスは、もう大声でいびきをかいていた。私は拳を握りしめ、自分の爪が手のひらに食い込むのを感じた。痛みで少しは冷静になると、ディーンに言った。ごめん、距離を取っているんじゃないの、ちょっと調子が悪くて。まさかディーンが何も言わずに私の方に近づき、大きくて温かい手のひらを伸ばして私の額に当てるとは思わなかった。彼が手を当てたまま動かさないのに、私は彼の胸から目が離せなかった。シャツの下にある、くっきりとした鎖骨と鍛えられた胸板も見える。次の瞬間、私は体を硬直させ、恥ずかしさの中でもう一度絶頂に達し、こらえきれずにうめき声を漏らしてしまった。最悪なことに、絶頂後も震えはさらにひどくなり、ディーンにはっきりと感じ取れただろう。変だな。こんなに顔が赤いのに、熱はない彼はつぶやき、そのまま私の額や頬を振り続けた。私はさらに震え、顔を背けたが、後ろはテントの壁だった。逃げ場を失い、もう声を漏らさないように歯を食いしばった。ディーンの匂いだけが充満するこの閉鎖空間にはいられないと決めた。彼は喫煙者ではないので、かすかな石鹸の香りとホルモンの匂いが特に際立っていた。一度の絶頂で全てが敏感になり、開口部周辺の全ての毛穴を感じていた。その瞬間、私はディーンを押しのけ、彼はよろめいた。私はテントから這い出ようと必死になり、短いスカートや彼の目の前で濡れたパンツがあらわになっていることすら気にしなかった。
彼はすぐに視線をそらしたが、嫌なやつでもなかった。何かを思いついたかのように、彼は私についてきた。私の体はもう制御不能だった。腰の奥の炎は燃え盛り、これほど暴力的な性欲を感じたことはなかった。私の頭を締めていたのは、白いシャツの下のディーンの鎖骨、喉仏、健康的な肌色、そしてあの温かい手のひらだった。その時点で私は数歩も進まないうちに膝をついてしまった。性欲が私を圧倒し、膝が痛いほど地面に打ちつけられたことさえ感じられなかった。ディーンはすぐに追いかけ、私を支えようとしながら聞いた。どうしたんだ？なぜか、もし他の誰かが倒れたとしても、彼は躊躇せず助けるだろうという気がした。普段オフィスでは無口だが、いつもとても頼りになる人だった。だが、彼が今親切であればあるほど、私たちの肌の接触は増える。体中の刺激がさらに悪化していく中、自分の足が硬直し、快感の波で立てなくなるのを感じた。第3章。誰かが起きてしまったら説明がつかないので、必死に静かにしていた。私は歯を食いしばり、しっかりと彼の腰に腕を回し、寄りかかって立とうとした。男性にこんなに親密に触れたのは初めてだった。胸を彼に押し付けながら、鍛えられた腹筋の方へと這い上がっていくことすら気にしなかった。そうしてさえ、私の頭の中はほとんど真っ白になりかけた。それでもディーンは私を支え、温泉脇の東屋の方へ連れて行った。彼が私を座らせようとしたとき、私は再び強く彼を押しのけようとしたが、連続した絶頂はとっくに私を疲弊させていた。その時、近くのテントからかすかなうめき声が聞こえ、私は顔を手のひらに埋めた。まずい。やっと少し落ち着いたのに、経理のデビー夫妻が今、そんなことを。ディーンは私を一目見ると、近くの茂みに隠れるように引っ張り、私たちは音を立てないよう必死だった。星明かりの下、デビーと彼女の夫が、私が今座っていた場所に現れたのが見えた。彼らはすぐに本番に入った。デビーの夫が彼女の背後から深く突き入れ、デビーは自分の口を押さえて声を漏らさないようにしている。それを見ながら私は鎖に縛られ、引き裂かれそうな感覚に襲われた。やっと少し落ち着いた私の体は激しく反応した。特に今や私の脳裏に焼き付いた彼の匂いに。ダメ、こんなのダメ。デビー夫妻に早く終わってくれと祈ったが、彼らはかなりのスタミナを持っていた。ディーンの体温が彼から広がっていくように感じる中、私はまたもや理由もなく絶頂に達し、気づけばすすり泣いていた。突然、彼の腕が私を包み、口を塞いだ。彼がほとんど私を彼の腕の中に引き込んだとき、私はあえいだ。彼の鼓動と胸筋の筋肉が私の性欲に火をつけていた。それでも彼は私を静かにさせようとした。かすかにうなずくだけで精一杯だったが、私は彼の腕の中で震え始めた。月明かりの下、私のうつろな視線を見て、さっきちらりと見た濡れたパンツのことを思い出し、彼はすぐに理解した。私は彼の腕から逃れようとしたが、デビー夫妻に気づかれないよう自制もしなければならなかった。そうしている間も、何度も絶頂に達し、その刺激で気を失いそうだった。経理のデビー夫妻がようやく満足し、テントに戻るまでどれくらい時間が経ったかわからない。ディーンも私の口から手を離し、私は喘ぎながら息をした。しかし、距離を取るべきだったその時、突然、彼のことしか考えられなくなっていた。私は彼から離れるのが嫌で、かつ無力だった。ルース・シンガー濡れてるのか？それを聞いて、私は彼の抱擁から飛び出したが、思わず彼の足の間の膨らみに触れてしまった。感じるまでもなく、あの驚くべき大きさには気づかずにはいられなかった。動揺しながらも、
否定した。違うわ。ディーンは眉を潜め、何も言わずに私のスカートの下に手を伸ばした。本当に？彼は声を低くして言い、さらに私を刺激した。彼のザラザラした指が私の肌に触れると、火がついたようで足を閉じようとしたが、彼はそれをこじ開けた。彼が指で私のパンツの縁を優しく撫でたとき、雷に打たれたような感覚が走り、すべての感覚が過剰反応を起こした。くすぐったい。あちこちが、特にそこが。私は彼を押したが、同時に彼を求め、私の指は彼のシャツを握りしめていた。ああ、ディーン自分の声がわからないほどの声で、私はうめいた。両肩の悪魔と天使が戦いを繰り広げていた。彼に深く貫かれたいという欲求と、皮肉にも彼を押しのけようとする欲求。すべてがもう私を狂わせそうだったその時、ディーンは突然、私のパンツの下に手を滑り込ませた。